回しについてくる。大ラーメン。そうです。お待たせしましたね。ちゃんぽんがめちゃくちゃ美味しいです。800円と塩ご飯です。800円です。はい、お待たせしました。この皿うどんもですね。はい、皿うどんもです。家の後継ぎはする前はホテルでずっと料理人しよったからですね、掃除だとかほら衛生面、そういうのはやっぱ徹底して教えられてずっと修行してきた。整理整頓したり食材の管理なんかでもやっぱこれ掃除が基本やから、冷蔵庫の中でもねやっぱきれいにして整理整頓を心がけて。普通の平日はサラリーマンとか工事関係者の方とかで、土日がやっぱ家族連れとかカップルとかですね。普通の日はもう大体会社で仕事してある方が主です。ここはですね、実家でおふくろが住んだ音ですよ。もう親父はよ亡くなったから。
自分のとこで豚バラ取ってカットしてロース糸で巻いてスープで1回煮込んでですね、それを自家製のタレに3時間ぐらい漬け込んで寝かせてから切るような感じですね。どっちかっていったらもう茹で豚って感じですね。焼き豚でいうわけ。もやしの会社自体が人員削減しても個人の店には卸さんようになったんですよ。ああ、そうなんですね。もうだけど自分で買いに行くしかないことになって。自分の父親が倒れてからはい。後継い入ったんですけどね、その頃はもう今のやっぱ3倍ぐらい忙しかったよね。3倍ですか。うん、ご飯炊く量も3倍ぐらいやった。もうすごかったよ、お客が。店も少なかったですしね、その分。お醤油は絶対変えられないんですよ、このメーカーを。私が見習いに行ったところからのもうこれを使ってあったんですよ、そちらのご夫婦がですね。だから醤油だけは絶対変えたらいかんよって言って、ラーメンのタレの醤油もうま口。醤油で味が変わりますからね。大体何でも濃いのやら薄いのやらあるでしょ。これだけはもう私が作るんですよ。コチュジャンも自分で作ってるんですよね。これがどこでもできないから高い。これはもう唐揚げにまぶしたり。もうこのネギ切るのだけはですね、結構簡単に見えて、この輪っかを崩さんように切らないかんって言って、いつももう最初の頃からもう均等な厚さでですね、これはもう本当は怒られよった、もう本当修行しよう頃から、この輪っかを崩さんように優しく丁寧に切りなさいという。切れない包丁で切ると輪っかが潰れて、このネギの渋みが出てきてですね、ネギがもう悪くなるのが早いし、まあ手で切らんで機械で切りますからねわざわざね6時間から8時間ぐらい炊いてますね。これも 100% 豚骨です、骨が。料理の素ですから、全部ちゃんぽんもそうだし、ラーメンも中華丼のスープももうこれで作ってるからです。これがもう味が変わったらもう全部の料理の味が変わるからですね、手は抜かないようにですね、一回その出すのにですね、そのぐらい炊きます。豚の臭み消しに入れてます、はい。うちはもうどっちかというとあっさりしたスープを出して提供する方のお店やけ、そんなに匂いはあんまりないです。でも骨も一回炊く前に全部血抜きしてきれいに水でさらしてからそれからしてますので。どうぞ。カルカル好きかな。
一番多いのはやっぱり半分のチャーハンとラーメンですね。ちゃんぽんとか中華丼とかも出ますし、五目焼きそばもう平均して出るんですよね。ホルモン、焼肉だから出ないのってないですね。私が40で始めましたから、今もう74ですから。昔はそれの3倍忙しかったみたいな。そうなんですよね。一人でやる時もあってですね、主人がもう酒飲みでですね、朝起きてこないんですよ。夜遅くまで飲んでそしたらお客さんが「お母さん大変ね、もうまた寝とうとう」って言ってですね、みんなが助けてくださってですね皿引いたり。お客さんがですか？お客さんが見るに見かねて「いいよいいよ」って「お母さんいいよするけん」って言って、本当皆さんに助けられて今があります結構豪快なお父さんで、先代。豪快です。だから早く死んでしまった脳梗塞で倒れたから、もうまず仕事できないだろうねということで、それであの人がもうすぐ継いでくれて。高菜の炒めた辛いやつで、これを入れて結構食べる人は、もう今店で増えました。それを目当てに来る人が結構いいです。でもものすごく辛い、その代わり。もうラーメンに入れてもいいし、チャーハンに入れる人もおれば、よこんな辛いのがよく食べるねということで、こっちがびっくりするほどみんな食べる。高菜漬けを油炒めして、それに唐辛子入れたり調合して炒めてるんです。中国は桃の花の下にたくさん人が集まって花見をされるらしいですね。そしてその名前にしたんです。健康だけですね。もうどっちか倒れたら終わりだと思ってますから。どんだけいいのかな。もう出すよ、50分だけ。うん。このボロテーブルでもですね役に立ってるんですよ。もう6人しかかけられないからですね。だからもうここでいいよっていう人が結構いらっしゃるんです。はい。そしたらみんな見ますよ。お待たせしました。お待たせしました。どうぞ。味噌ちゃんぽん。はい。
麻酔が効かんのが困るね。いらっしゃいませ。ラーメンと入っちゃうの。はい。中華丼。中華のいつもどうもありがとうございました。どうも。はい、どうもありがとうございます。どうぞ。ございました。はい、カンチャンラーメンどうもありがとうございました。お待たせ。お待たせしました。ね、どうぞ。美味しいですよ。何する？ラーメンとライスを中でください。中で。いや、そうだったら俺もラーメンと小飯。ああ、カロリー計算せんといかん。お正月たくさんおごちそう食べたんだ。だってよくよく聞いたら結構荒行並みの朝早起きて散歩してる。痩せないという。それでも痩せない。あれ俺薬飲んだら痩せんとよ。糖尿病もほら低くなったら痩せてる。そうそう。栄養に並んで。俺あれインシュリン打ったらまた寺田たちと。寺田。うん、よさこいです。ありがとうございました。毎度。遠回しについてくる。すいません。大分行ってきたの。いやいや、娘が帰ってきてた。成人式やった時に。めっちゃ可愛い子。どうやった？孫や。意外で自分の孫やけん可愛い。それでもう言うから最初から孫やけん可愛い。誰にですか？似てないね、親には。あら。可愛い。替え玉。だからもうしょうかねって。だとお兄ちゃんは4月超えるっていう。就職したくなるとさ、もう免許だけはね、取らせとかなね。味噌ちゃんぽん、味噌ラーメン。
おすすめで、ここの有名なのはやっぱり焼き飯かな。初めて来た方に勧めるのは何ですか？焼き飯、まず焼き飯でハンチャーラーメン。うんね間違いないハンチャーラーメン。間違いないや間違いない。この粕屋町は意外と焼き飯が結構みんな多いんですよ。その中でも上位。今濃いラーメンが多いんですよね。夜戻し系。あれは毎日食えない。だけどここのはあっさりしてて毎日食える。そういうラーメンです。貴重な骨。もうブレンドした味噌が美味しい。ここはね違う。美味しい。チャーハンと餃子で。ラーメンと餃子。チャーハン。チャーハンと餃子。ネギチャーハン。ネギチャーハン。いらっしゃいませ。チキン照り焼きで。照り焼きがいいですか。はい。ちゃんぽん。はい。それまで。はい。それは食べ過ぎてるんで別のがいい。じゃあチキン照り焼きで。照り焼きがいいですか。はい。照り焼きもご飯ね。はい。お待たせしました。餃子です。
すいません、お待たせして。はい、はい、どうぞ。すいません。はい。肩、ポンと。ラーメンのない。皿うどん。お待たせしました。チャーシュー麺と半チャーハン。はい。どうぞ。お待たせしましたね。チャーシュー麺ですね。ちゃんぽんがめちゃくちゃ美味しいです。高菜がめっちゃ辛いんですけど、ちょっとそれをぶち込んでたんですが、めちゃくちゃ美味しいです。美味しいです。750円。あ、すいません。大盛りと半チャンラーメン。半チャンラーメンです。大ラーメン。そうです。お待たせしましたね。みんなうまいです。みんなうまい。ですね。全部美味しいですけど、この皿うどんも美味しいね。はい、皿うどんも美味しいです。あと中華丼も美味しいです。コクがあって新鮮な野菜が美味しいです。ラーメンと半チャン。800円です。白ご飯です。800円です。皿うどんって言いだったろ。あ、皿うどん大盛りか。ごめんなさい。吉田さん、すいません。お待たせ。どうも毎度。ありがとうございます。あの人友達かなと思って違う。いやいや。
全部おすすめですね。やっぱラーメン、半チャーハン。大盛りお待たせしました。すみません。どうぞお待たせしました。味噌ちゃんぽん。はい。ラーメンの方で。はい。ラーメン方。ちょうど1000円ですね。すいませんね。辛うどんとなんて言ったかな。あ、どうも毎度ありがとうございます。すみません、いつも。はい、わかりました。はい、すいませんね。あ、すみません、お待たせして。最後になってすみません。どうぞ、お待たせしました。どうぞ。失礼していいですか。はい、ごめんなさい。どうぞ。お待たせしました。どうぞ。
ワンタン麺です。どうぞお待たせしました。見て。伸びるけどね、硬めにして。そう。クリスマスに行って、で、短時に場所みたいな。もしもし。8時間。そうでしょう。ラーメン。あ、そこでいいです。あ
卵焼きも味付けどうかな。甘いがいい、普通がいい。いや、甘いがいい。味付け。塩がいい。いや、何でもないと。正月なんかの比べたらだいぶ少なかったね。来週までは。13日とこの、30日。この前の、じゃあまたして。どのぐらい食べる？何個ぐらい？